おばさんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんはい、でしょうか。今日はですね、今ちょうど時期なんですけど、ヒイラギですね、ヒイラギの方のちょっと剪定植え替えやっていこうと思うんですが、このヒイラギはですね、これ姫ヒイラギって言って、香り姫っていう花の香りがすごくいいやつですね。うちでもこれは結構ヒット商品なんですけど、本来3月4月ぐらいが、剪定植え替えの時期ですね。でただ、今年ちょっと3月寒かったので、通常だったら3月入ってすぐやったりするんですけど、今回ちょっともう末ですけどね、3月末ですけど、ちょっと3月少し寒かったので、今になってます。はい、それをちょっとやっていこうと思います。よろしくお願いします。でこのヒイラギもですね、いろいろと庭に植えるもんじゃないとか、いうのをこう言われるのもちらほら聞くんですが、本当にそうなんかなといろいろ調べたらですね、その理由としては結構葉っぱが張りがあるというかトゲがあるというか、こんなんで触った時に怪我をするだとか、実がなってその実が落ちた時にその掃除が大変やとかいう話を聞くんですが、どうなんでしょうね。この辺では実になったの見たことがないんですけどね。でヒイラギも本来はちょっと葉っぱが大きいんですけど、これは姫の方なので葉っぱ小さいやつです。いろいろ調べてみると西洋の方なんかでは魔除けだとか、あと逆に幸福だったかなを呼ぶなんか植物として親しまれるやつみたいですね。で大体、南西方面に家の南西方面に植えるといいとされてるみたいですね。だから幸福を意味するっていうことで要はクリスマスなんかの時にこう赤い実をつけたやつなんかが飾られたりするっていうものらしいです、本来ですね。でとにかく白い小さな花が咲くんですけど、例年だと11月この辺では11月頃花なんですけど、去年はですね11月で夏みたいに暑くて31度とかそんな日だったですよね。だからつぼみはあるけど咲かないという状態が続いて、結局花が咲いたのはもう12月に入ってからだったですね。で、12月1月2月頃が一番花が多かったですかね。だいぶ遅れたんですけどね、去年のはですね。で今ぼちぼちとまた、だいたいこう剪定をする時期としては、新芽がこう伸びてくる前にやるというふうになってますので、ちょっと今あるやつをこうごそごそ持ってきたんですけど、こういうやつですね。これをちょっと剪定していこうかなと思います。で、いつもと一緒でせっかく剪定するんだったらそれを挿し木に使おうということで、でいつものように水見てもわからないですけど、ただの水にしか見えないですけど、これにHB101 これが入れてあります。発根剤ではないんですけどね、なんていうんですかね、活力剤というかそういうやつですね。結構バツッと切りますので、この後でちっちゃいミニ盆栽を作るのに、結構大きめに切ってもつがりますので、挿し木でですね、
はい、こんな感じでですね、がっつり切りましたですけど、これから新芽がこう出てきますので、まあそれに、今年秋にはまあ花芽がつくというような感じでしょうかね。まあ今、うちにあるこういう姫系統のやつでは、あと本当の極姫ちいちゃな葉のやつですね。あとは、五色ヒイラギ言ってちょっと色が変わったやつですね。黄色っぽいちょっと符の入ったやつですね。と2種類ありますけど、まあ一番人気が高いのはこのタイプでしょうかね。はい、今切ったやつがちょっとこんだけこう結構ありますね。結構あります。はい。でこれをちょっと 2,3 時間、つけて水を上げさせて、それからまあ挿し木という形ですね。で、ちょっとですね、2種類今日はこういうのと、まあ、これはあまり大した鉢じゃないんですけど、こういうのにちょっと入れていこうかなと思っております。大体まあヒイラギの場合は、まあ 2,3 年に1回ぐらいでしょうかね、植え替えですね。大体3月4月ぐらいがまあいいというふうにされてますね。まあでも今まで11月に植え替えたやつでも枯れたことはないですけどね。結果やっぱ花がついてるので、その11月にまあ鉢を変えてほしいっていう依頼もあって、まあ時期が違うからちょっとわからないですよって言いながらやって枯れたっていうのはまだ言われたことないですね。まあその代わり他のと一緒で、やっぱ冬場にあんまり植え替えた時は凍らせない方がいいでしょうけどね。
はい、今日も赤玉と、山砂なんですが、今回は、3割ほど山砂ですね。若干大きめですけど、これはまあ先々ちょっと長く伸ばそうかなというためのものです。今日はこれにちょっと白に映えるように黒い、これは富士砂です。化粧砂ですね。それちょっと締めができてボリュームが出てくるとまたガラッと変わってきますので、
はい、こんな感じですね。よいしょ。どうでしょうか。大体植え替えの時は大概な植物はそうなんですけど、植え替えの時期さえ合ってればですね、細かい細い根は極力残しで、ちょっと太めの根を処理すると、鉢の中収まりやすくはなると思いますけどね、当然長いこと同じ鉢の中でいると根もだんだん太くなったりしますので、そういった意味ではなるだけちっちゃい鉢に入れたりするんであれば、その太い根の処理っていうのがちょっと重要になってくると思うんですけど、時期があってさえいればですね、さほど、極端に切ってしまうとはちょっとあれですけどね、ある程度は処理はできると思いますので、これからどんどん根も動き芽も吹くっていう時期ですから、ちょうどいいんじゃなかろうかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございまありがとうございましす。た。